こんにちは、あやかです。今回は木彫り師の雨宮一行さんを撮影させていただきました。この動画が日本の文化に触れるきっかけになれば嬉しいです。並べていいね。いい感じですね。彫刻刀は約200本あり、彫るものに合わせて数本から数十本を選び作業台の上に並べます。力加減や角度によって仕上がりが変わるため、繊細な技術が求められます。雨宮一行です。浜松に来てからもう40年近くなります。修行の始まりは富山県の稲美町というところで、欄間の彫刻が修行の始まりで、その後高山に行って一刀彫りを外から見ながら修行したっていうかね、その後が京都に行って慶派の仏師さんの弟子になって5年間修行して、その後こっちに浜松に移ってきました。京都はどのぐらいいらっしゃったんですか？京都は5年間、修行って大体5年間ぐらいが修行の期間で、それが終わるとあとは自由にしてくださいっていう形になるもんで、5年間だけは修行の内弟子みたいな形で。そうなんですね。はい、私も京都出身で、あ、そう。はい、2年前までずっと住んでました。京都では仏像が主で、そういう工房だったので。あ、そうだったんですね。木を彫る難しさとか面白さはどのようなところにありますか？そうだね。取っかかりの人が難しいなと思うのは、完成品を作ろうと思っちゃうもんで、そうじゃなくて最後までやりきるっていうのが重要なことで、それがうまいか下手かは関係ないんですわ。だから最後まで一つのものを作り込むっていうのが一番大切なことで。木彫りでは木のこの割れ目とか木目をそのまま生かすことも多いと思うんですけど、どういうことを読み取ったりしていますか？そうやね、仏さんだと木の木目が出ちゃいけないもんで、柾目っつって一番こう綺麗な縦の線が出るのを仏さんでは基本にしてます。なんでかというと、仏さんって左右対称に作るもんで、木目が入ってくると左右の対称が崩れてしまうもんで、縦の線が細かいければ細かいほど左右対称が作りやすいもんで。で、あとこういう風防止だとかね、こういう関係だと木目の方が目立っても見られる置物なもんで、風防止に関しては板目っつって木の模様が出る方を使って木目をどうやってつけようかなと言って彫ってます。木って芯がありますよね。中心の入った木だと放射状に割れが入ってくるもんで、この芯を外したところを使ってやるのが木彫の基本みたいです。だからこの木は見て分かるようにすっごい細かいんですわ。これが彫刻用のヒノキ。ご丁寧にありがとうございます。めっちゃ分かりやすかったです。じゃあ木によって彫り方を変えたりとか、完成品の印象までも変わることもあるんですか？ありますね。節は絶対入れないようにして。節が入ってるとそこで木の性質が逆目と正目がそこで入り組んでしまうもんで、大きいのを作る時にはどうしても節がねちょっとでもあるような木も使わなきゃいけない時もあるけれども、それでもなるべく節があったら後ろに回すだとか横に回すだとかって言って、なるべく正面に出ないように工夫されてる。そうそうそう。ありがとうございます。今回の作品とは別に雨宮さんが手掛ける風防止という作品があります。風防止は遠州に吹く強い風、からっ風をもとに生まれた風の神様を表現した作品です。
風は流れを変え必要な場所へと運んでくれるもの、そっと背中を押してくれるような存在です。掘っている時間っていうのは、間宮さんにとってどんな時間ですか？木彫りってマイナスの仕事なの。付け足しの仕事じゃないもんで、粘土の彫刻ってあるけど、あれは足していけるよね。木彫りの彫刻って足すのはあんまりやりたくないわけ、はい、なのでこの塊からどんなものができるのかっていうのを大体想像しながら彫っていくよね。そうするとノコギリを入れた時も緊張するけど、その後中彫りっていう、それは形を作る段階だもんで、それが一番面白い。中彫りをした後仕上げまで行くのにもまたもう一回その中彫りの中彫りをして、で最後の仕上げにまでが行くまでが一番面白くて、仕上げっていうのは丁寧にやればやるほどこう木くずが少なくなってくるよね。このくらい彫るのにも木くずがほんのちょぼっとしか出ないような形になってくるもんで、中彫りまでが仕事としては一番面白い。素敵ですね。本当に好きっていうのが伝わります。好きっていうかね、まあしょうがないだよね。すごいです。さっきのスケッチ書いてからの1回1/2作りますっていうのを説明していただくことってできます？ああ、できます。お願いします。まあこれが原案というか、でこれから実際の大きさのこれが完成品の形の大きさ。でもこれに移る前にこれでデザインの悪いところだとか体の不具合だとか着てる着物の不具合だとかっていうのをこれで試しています。だからこれを完成するつもりはないだよね。だからここは本番に行く前の悪いところ探しっていうか、こっち側の方が体を倒した時により確かにそうこっちの方が不自然でないもんで、はい、そういうところを直すための1/2の作り方。すごい。じゃあどの作品にも1/2サイズをまずは作るっていう感じですか？まあ慣れてるやつはそんな風なことをしないで、こっちはキセルを加えた猫さんの相方だもんで、はいはい、久しぶりに彫ってそうなんですね、あれの相方用に作ったもんでサイズを合わせて彫ってるんですよ。だからそのためにもこういうのが必要になってくるよね。風防止やなんかはもう木があってそれに合わせた形を作ってるもんで、モンタッチの方が自由なんですよ。自分の思ったイメージで彫れる。そうなんですね。ありがとうございます。この仕事を続けていて一番やっていてよかったなっていう瞬間ってありますか？やっぱり嫁入りさせるのが一番いいやね。だいたい僕の彫刻って触っていただいていい彫刻ばっかりなんですわ。触っていただいていて赤がついただとか、そういうのが一番嬉しい。あ、逆にですか？そう、綺麗なまんまっていうかね、はい、大切に扱ってくれてるんだなというのはおときさんに関してはそうだけど、今彫ってる風防止だとかこっちのやつは触っていただいて持っていただいて撫で回してもらった方がいい。そうなんですね。ありがとうございます。こんなに続けられてるのってなんかもう本当にすごいなって思うんですけど、ご自身を支えてる言葉とか考え方はありますか？そうやね。仏さんなんかはつながっていくより一つの完成した形が残ればいいなと思うんだけど、風防止やなんかはそれがずっとつながっていく方が楽しいもんで、一つ作ったらまた次が彫りたくなるっていうか、同じ形で同じ風に作るんじゃなくて、その木に合わせてどんなのが楽しいのかなっていう彫れるのかなっていうのが、まあやってって楽しいところだし続けられる要素だと思います。
和の心とはちょうどいい目だと思います。ちょうどいい目っていうのはそうやね、ちょっと隙間が空いてたりこう曲がってるところだったらちょっと迂回したりっていうのが遊びなんですよ。この遊びがあるとスムーズにくっついたり物がスムーズに動いたりっていうのが、その遊びがあるのがちょうどいい目が、それが遊びなので、彫刻でも遊び、先の置いた時にみたいな。そうそうそう、置いた時にどうなるのかなという、ここをちょっと削った方がいいかなというような遊びがある方が彫ってる方も楽しいし、そんな感じです。52年間木と向き合い続けることは決して簡単なことではないと思います。一行さんが積み重ねてきた時間がその柔らかい表情や雰囲気にも表れていて、映像からも伝わってきたのではないかなと思います。これからも日本の文化を届けていくので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。